軍曹に身を包んだ一人の陸軍中将、その名を牟田口蓮也という。 AI で当時の色を蘇らせてみる。昭和12年7月8日未明、北京の郊外盧溝橋、ここで一人の連隊長が一通の電報を打った。蘭子、戦闘を開始してかなり迷わず戦いを始めてよいという意味である。この命令から日中戦争は始まった。電報を打った連隊長こそ牟田口蓮也だった。それから7年後、牟田口はこう言い放つ。日中戦争を始めたのは自分だ。ならば終わらせるのも自分の役目だ。と、そうして立案したのがインパール作戦だった。インド北東部の町インパールを狙う作戦である。だがこの作戦は日本軍史上最悪の作戦と呼ばれることになる。補給を無視した進撃で前線の兵は飢えていった。撤退の道には力尽きた兵の死体が延々と続いた。兵たちはその道を白骨街道と呼んだ。この作戦で死んだ日本兵は3万人を超える。その多くは戦闘ではなく飢えと病で死んだのだ。牛や象およそ3万頭に荷を負わせ食料にする補給計画。補給は無理だと反対した参謀長をその場で切った男。上官の命令に背き無断で戦場を捨てた師団長。そして作戦の途中で3人の師団長が全員更迭される。日本軍の歴史で前代未聞の事態だった。だが話が本当に不気味になるのは戦後である。数万の部下を死なせた男はその責任を認めなかった。それどころか自分は悪くないと書いたビラを配り歩いた。史上最悪の作戦。その責任は本当に牟田口一人のものだったのか。その答えはこの動画の最後にじっくり考えたい。最後まで見れば教科書が決して語らない昭和陸軍の闇が見えてくる。戦争を始め、そして数万の部下を飢え死にさせた男、牟田口蓮也とは一体何者だったのか。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。若き日の牟田口蓮也、陸軍のエリート参謀へのその出発点をたどる。牟田口が生まれたのは1888年佐賀の町だった。実の父は福地信義という裁判所の判事である。牟田口は幼い頃、佐賀藩士族の牟田口家へ養子に出された。すぐ上の兄は海軍中将にまで上った福地秀夫。その兄は後に広島で原子爆弾に焼かれて死ぬ。軍人へと進む佐賀の一家に育った次男坊だった。佐賀中学では200人中10番ほどの秀才だが、飛び抜けた天才というわけではなかった。陸軍士官学校では優秀者に贈られる恩師の栄誉にあと一歩届かない。続く陸軍大学校も57人中25番上の中といった成績だった。秀才ではある。だが超一流にはなりきれない。この微妙な立ち位置が牟田口の中に人一倍強い功名心を育てていく。卒業後、牟田口が長く身を置いたのは陸軍の中枢参謀本部だった。その勤務は通算で18年に及ぶ。そして皮肉なことがある。参謀本部で牟田口が担ったのは船舶や輸送、つまり兵隊だった。物資をどう運び、戦いをどう支えるか、補給の実務である。補給の難しさを誰より知る立場に牟田口はいたはずだった。その男が後にインパールで補給を無視した進撃を命じることになる。昭和8年、牟田口は参謀本部の庶務課長となる。地味に聞こえるが、ここは参謀の人事を左右する要職だった。誰をどの部隊につけるか、牟田口はその采配を握ったのだ。そしてこの人事の力が後に深い因縁を生む。後にインパールで牟田口と激突する佐藤光徳である。ある将校の告発事件を
佐藤は牟田口が裏で糸を引いたものと疑った。確かな証拠はなかった。だが佐藤は自分の出世は牟田口に妨げられていると思い込んでいく。この根深い不信がやがて作戦を内側から崩していくことになる。昭和11年、226事件が起きる。行動派とみなされた牟田口は中央から北京へと左遷された。配属されたのは支那駐屯法兵第一連隊、その連隊長である。出世の道を外れたかに見えたこの赴任だが、その目の前には盧溝橋が静かに横たわっていた。石造りの欄干が続く古い橋、盧溝橋である。北京の郊外に今もその姿を残している。牟田口という男の危うさは盧溝橋の前から現れていた。北京に着任した牟田口は宝台という町で中国軍と睨み合う。徐家阿部正和は穏便に収めようとした。だが牟田口はこれは日本軍への侮辱だと譲らない。中国側が兵を並べ頭を下げて謝罪するまで引かなかった。メンツにこだわり一歩も譲らない、そういう連隊長だった。そして昭和12年7月7日の夜、牟田口の連隊はこの盧溝橋の近くで夜間演習を行っていた。午後10時40分頃、闇の中から数発の銃声が響く。点呼を取ると初年兵が一人姿が見えなくなっていた。志村菊次郎、二等兵。実は彼は間もなくタイへ戻っている。だがこの一人の行方不明が大きな火種となった。報告を受けた牟田口はその夜官舎に帰らなかった。兵営に詰め特務機関長の松井拓郎と対応を練る。そしてこう命じた。支那軍が撃ったという証拠を握れと。穏便派の川辺には歯からないまま牟田口は兵を盧溝橋へ集めていく。明けて7月8日の午前3時25分、今度は乗馬の伝令が狙撃された。一危機を直少佐が指示を求めて牟田口に問う。どうしましょうかと。牟田口の答えはこうだった。もう明るいじゃないか。そしてあの命令よ、撃つ。断固戦闘を開始してかなり迷わず戦えという攻撃の許可であった。画面は盧溝橋で日本軍と対峙した中国第29軍の兵たちだ。日本軍は目の前の陣地竜王廟に突入する。占領まではわずか7分。現地では27体の中国兵の死体が確認されたという。川辺は一旦は攻撃の中止を命じた。だがすでに部隊は進撃の途中、追認するしかなかった。後に川辺はこう認めている。牟田口の独断を許し自分の命令で攻撃したように取り繕ったと。部下が独断で突っ走り上官が黙ってそれを認める。この盧溝橋で生まれた構図が7年後のインパールでそっくり繰り返される。歴史家は後に川辺と牟田口を陸軍最悪のコンビと呼んだ。だが火はもう消せなかった。この盧溝橋の一発をきっかけに中央は三個師団の増派を決める。日本と中国は後戻りのできない全面戦争へと転げ落ちていく。やがてこの戦争は数百万の死者を生む長い泥沼となった。新聞は牟田口を盧溝橋の優勝と書き立てた。だが牟田口は後年奇妙な言い訳を残している。現地は戦争を広げない方針だった。煽ったのは中央の方だと。火をつけたのは自分だが燃やしたのは他人だというのである。この責任のすり替えは後のインパールでもそっくり繰り返された。それでも牟田口は生涯こうも思い続けた。あの戦争の引き金を引いたのはこの自分だと。その重い自覚が7年後に彼をインパールへと駆り立てていく。そしてこの時牟田口の上官だった川辺正和、この男もまたインパールで再び牟田口の運命を握ることになる。だがその前に牟田口はもう一つの戦場で名を挙げる。シンガポールである。軍曹に身を包んだ牟田口連也、精鋭第18師団を率いた師団長である。盧溝橋から4年、牟田口は
この第18師団長になっていた。昭和16年12月8日、太平洋戦争が始まる。その最初の戦いは、実は真珠湾ではなかった。牟田口の部隊が向かったのは、マレー半島のコタバルの浜。上陸用の舟艇が浜へ迫ったのは、12月8日の午前1時35分。日本海軍が真珠湾を叩くより、1時間以上も前のことだった。つまり、太平洋戦争の最初の一発は、ハワイでなく、この浜で撃たれた。その浜に上陸したのが、牟田口の第18師団だったのである。思えば、奇妙な男である。日中戦争の最初の一発を撃たせ、今度は太平洋戦争の最初の上陸を担った。牟田口連也はいつも戦の始まりの場所にいた。部隊はマレー半島を猛烈な勢いで南下していく。そしてシンガポール攻防戦、テンガーの工場を奪う戦いで、牟田口は負傷する。オーストラリア兵の手榴弾がその左肩を撃ち抜いた。だが、牟田口は血まみれのまま指揮をやめなかった。彼の胸には焦りがあった。シナ事変を起こした責任者はこの自分だ。だからこそ、ここで手柄を立てねばならない、と。牟田口はシンガポール攻略を急ぎに急いだ。昭和17年2月15日、難攻不落のシンガポールが陥落する。牟田口は優勝としてその名を轟かせた。だが、その勝利の裏でむごい事件が起きていた。2月14日、アレクサンドラ病院。シンガポール島の西側、牟田口の第18師団が担った地域にあった。突入した日本兵は、ベッドに寝る患者を銃剣でついていく。手術の最中だった患者まで、手術台の上で刺し殺された。生き残った者たちも、翌朝、まとめて殺された。その犠牲は、医師や看護兵を含め、200人以上とも言われる。さらにこの町では、中国系住民を狙った粛清も始まっていた。華僑粛清である。この計画には、辻正信という別の参謀が深く関わっていた。辻の物語は、また別の動画で語っている。戦後、中国系前岸を追求しようとした男がいた。イギリスのシリル・ワイルド少佐である。彼は東京裁判で証言した後、香港へ戻る途中、事故で死んだ。牟田口を問い詰まられる者はいなくなった。昭和21年、牟田口は裁判にかけられる。だが、アレクサンドラ病院事件はついに問われなかった。盧溝橋の時と同じである。数々の死の現場にいながら、責任だけがいつも彼をすり抜けていく。そしてこの有名を引っ提げ、牟田口はある地位につく。ビルマを守る第15軍の司令官である。インパールへの破滅の道はここから始まった。第15軍の司令官となった牟田口連也。ビルマの防衛を任された立場である。昭和18年3月、牟田口はビルマの第15軍司令官に任じられた。そしてここで牟田口は驚くべき変貌を遂げる。実は第18師団長の頃の牟田口はインドへの侵攻に反対だった。山と密林を越えての補給は不可能だと分かっていたからである。ところが自分がその作戦を指揮する立場になった途端、牟田口は誰よりも熱心な作戦の推進者へと表変した。なぜ彼はここまでインパールに取り憑かれたのか。その胸には盧溝橋のあの記憶があった。牟田口は報道班員を集めてこう語ったという。事変を起こした最初の一発を放ったのはこの自分だ。ならば戦争にとどめを刺す最後の一発も自分が撃つ。と戦争を始めた男が今度は戦争を終わらせる英雄になろうとした。画面は川を渡るイギリス軍の挺身部隊チンリット。ジャングルと川を越え日本軍の後方深くに侵入した部隊だ。牟田口はこれを見て確信する。敵がこの地を越えられるなら我々も越えてインドへ攻め込める。だが牟田口の描く絵はあまりに大きすぎた。彼が見ていたのはインパールのその先である。アッサム、ブラマプトラ川、そしてインドの首都デリーまでの進行。牟田口の頭にあったのはインドそのものの征服だった。一方、大本営の考えはまるで違っていた。狙いは
あくまでビルマを守るための限定的な作戦。国境の町インパールを叩き、敵の反撃の足場を潰す。ただ、それだけである。牟田口はインド征服を、大本営はビルマ防衛を思い描いていた。この根本のズレは、作戦が始まるまでついに埋まらなかった。そして危険を告げる声は早くから上がっていた。作戦の図上演習、いわゆる兵儀演習である。そこでは山系を越えて進めば必ず敵が反撃してくると判定された。補給が続かないという結論もはっきりと出ていた。作戦の破綻は始まる前から机の上で示されていたのだ。だが牟田口はその警告をまるで意に介さなかった。彼が頼りにしたのは40年近く前の日露戦争の記憶だった。あの嵯峨野海戦のように気迫で押せば勝てる。補給の不安は大和魂と天の助けが埋めてくれる。盧溝橋でもシンガポールでも天佑神女で勝ったではないかと。それでもこの無謀な作戦は承認されてしまう。後押ししたのは盧溝橋以来の上官川辺正和、そして時の首相にして陸軍大臣東条英機だった。東条には政治的な思惑があった。インドへ攻め込み、独立運動の指導者ボースに独立政府を作らせる。ビルマの戦いはそのインド攻略の先駆けだったのだ。牟田口、川辺、東条。後にこの三人は悲劇のインパールを生んだと名指しされる。だが、この作戦には初めから最大の弱点があった。補給である。2000メートル級の山と密林を越えてどうやって兵を食わせるのか。この難題に牟田口は耳を疑うような答えを用意していた。ジョーに荷を運ばせる。ビルマの日本軍。これから語る補給計画のまさに主役である。補給の難題に牟田口が出した答え。それがジンギスカン作戦と呼ばれる計画だった。名の由来は13世紀の英雄チンギス・ハーン。モンゴルの軍が家畜を連れて草原をかけたあの故事にちなむ。20世紀の戦争を牟田口は700年前の発想で戦おうとしたのだ。計画はこうだった。牛およそ3万頭に象も1000頭余り。その背に武器や弾薬、食料を積んで歩かせる。トラックの代わりである。そして荷を運び終えた牛は今度は殺して兵の食料にする。牛は動く輸送車であり、動く食料庫でもあった。だがここに致命的な見落としがあった。かき集められたのは農耕用の牛や水乳、そして羊。畑を耕すための家畜であって、山を越えて荷を運ぶ動物ではなかった。思い出してほしい。牟田口は参謀本部で18年、輸送と兵隊を学んだ男だった。その男が農耕用の牛に2000メートルの山越えを命じたのである。さらに牟田口は兵にこう命じている。持たせる食料は最小限でよい。足りなくなれば道端の草を食え。連れてきた牛を食え。と、補給というものを家畜と野草に丸投げしたのである。画面に映るのは日本軍が刺激した象の部隊だ。だが彼らが越えねばならない道はあまりに過酷だった。まず川幅600メートルのチンドウィン川。その先には標高2000メートル級のアラカン山系。獣道のようなジャングルをおよそ400キロ。牛を追いながらこの山と川を越えろというのだ。結果は火を見るより明らかだった。牛は川の戸で流され、ぬかるみにはまり込む。急な山道を登りきれず、次々と倒れていった。さらに空から爆撃を受けると、驚いた家畜は荷を積んだまま逃げ散る。運ぶはずの武器も食料も、家畜もろとも消えていく。補給を助けるはずの牛が、逆に貴重な物資を奪っていったのだ。第31師団で連れ出した牛のうち、コヒマに着いたのはわずか 4%。牟田口の補給計画は始まってすぐ崩れ去ったのである。しかも、のろのろ進む家畜の列は敵にとって格好の目印だった。イギリス軍には日本軍の動きが初めから筒抜けだったのだ。それでも牟田口はこう言い放つ。盧溝橋でもシンガポールでも天の助けで勝った。今度もまた神が味方する。と、こうして3個師団、およそ9万の兵が
この計画に命を預けた。だが、この無謀な計画に正面から反対した男がいた。他でもない、牟田口自身が選んだ参謀長である。軍曹の小畑信義、牟田口が選んだ第15軍の参謀長である。昭和18年3月、小畑信義は牟田口の参謀長となった。実は小畑は当時の陸軍でも数少ない兵隊の専門家だった。兵隊とは食料や弾薬を前線へ送り届ける補給の仕事である。その専門家の目にインパール作戦はどう映ったか。小畑は自ら飛行機に乗り、進撃路の上空を偵察した。眼下に広がるのはどこまでも続く険しいアラカンの山と密林。ここへ9万の兵と大量の物資を送り込む。小畑の結論ははっきりしていた。この地形では補給は絶対に続かない。作戦は不可能だ。と、小畑は牟田口に作戦の中止を求めた。だが牟田口はそれを跳ねつける。諦めない小畑は第18師団長の田中真一に協力を求めた。牟田口を外から説得してもらおうとしたのである。田中は会議の場で作戦の再考を牟田口に進言した。だがこれが牟田口の逆鱗に触れる。参謀長が部下の師団長を使って自分に意見する。それは指揮系統を乱すものだ。と、牟田口の答えは更迭だった。小畑が参謀長になってわずか1ヶ月半後のことである。補給は続かないと誰より正しく見抜いたただ一人の専門家。その男を牟田口は真っ先に切り捨てたのだ。反対する者は弱気な者。牟田口の中ではそういうことになっていた。では後任の参謀長には誰が座ったか。選ばれたのは久野村桃也。牟田口のかつてのお気に入りだった。恩和で実戦の経験も乏しく、牟田口には決して逆らわない。部下たちはこの人選を皮肉って彼を無能村と呼んだ。専門家を切り逆らわない女房役を置く。牟田口はそうやって自分に都合のいい司令部を固めていく。ビルマを去るとき、小畑は上官の川辺にこう訴えたという。今や牟田口の暴走を止められるのは方面軍司令官のあなただけだ。くれぐれもお願いする。と。だが川辺は動かなかった。反対を退けられたのは小畑だけではなかった。南方軍の稲田正純少将も修正を求めた。末突然転属を命じられる。大本営でも現場でも異を唱える者は次々と外されていった。こうして牟田口の周りからは真実を語る者が一人また一人と消えていく。残ったのは司令官の意向に逆らわない者たちだった。作戦を止められる者はもうどこにもいなかった。そしてこの反対者を切るというやり方はこれで終わらない。作戦が始まれば牟田口は3人の師団長すべてを更迭することになる。だが真実を遠ざけた牟田口が逆に喜んで迎え入れた男がいた。牟田口と同じ夢を見る男。インド独立の英雄チャンドラ・ボースである。釣っているのはスバスチャンドラ・ボース。インド独立運動を率いた伝説の指導者である。ボースはイギリスの支配からのインド独立に生涯をかけた男だった。その独立のため彼はドイツを頼り、そして日本を頼る。ボースが日本にたどり着くまでの道のりも凄まじい。彼はドイツの潜水艦で遠く大西洋を釣った。そしてマダガスカル島の沖で日本の潜水艦伊号第29に乗り移る。地球を半周する決死の航海だった。それほどまでにボースは独立に身をかけていた。画面は独立運動を率いた二人、ガンディとボースだ。1938年インド国民会議での一枚である。日本の助けを得てボースはインド国民軍を創設した。イギリス領インドの独立を目指す軍隊である。ボースはその兵たちにこう呼びかけた。私に血をくれ。そうすれば独立を与えよう。と。彼が掲げたスローガンはチャローデリー、デリーへ進めという意味だった。ボースは自由インドの仮政府まで樹立していた。その独立インドの最初の拠点が欲しい。ボースは日本に
そう強く求めていた。そして拠点にと望んだ土地こそインパールだったのである。牟田口とボースはたちまち意気投合する。無理もない。二人は同じ夢を見ていた。片やインドを征服する英雄、片やインドを独立させる英雄。現実を語る小畑を切った牟田口は夢を語るボースを喜んで迎えた。画面に映るのはボースが率いたインド国民軍。1944年ラングーンでの一枚だ。二人はこんな約束まで交わしている。インパールに入場する日には牟田口とボースが車を並べる。そして威風堂々勝者として町へ乗り込むのだと。さらに牟田口はボースにもっと大きな約束をする。日本軍はインパールの先ディマプルまで進む。場合によってはブラマプトラ川まで突進すると。それは大本営が全く認めていない侵攻だった。だがボースの独立の夢は牟田口の無謀な作戦に縛られていた。インド国民軍の兵たちもこの先飢えと病に倒れていく。そして戦後その多くが反逆罪に問われるのである。牟田口は補給の専門家の警告を切り捨ててた。代わりに独立の夢と勝利の幻を抱きしめる。牟田口の頭の中では勝利はすでに約束されていた。そして昭和19年3月、9万の兵と3万頭の家畜がいよいよ動き出す。史上最悪の作戦が幕を開けた。山砲を担いで進む日本軍の兵たち。牟田口の第15軍が戦った右郷作戦の一枚だ。昭和19年3月8日、インパール作戦がついに発動した。9万の兵が川幅600メートルのチンドウィン川を渡り始める。向かうのは標高2000メートル級のアラカンの山々。3個師団がそれぞれの道を進んでいった。南から進むのは柳田源蔵の第33師団。中央をつくのは山内正文の第15師団。北の小暇を目指すのが佐藤光徳の第31師団だった。意外にも序盤は日本軍の快進撃だった。険しい山を兵たちは驚くべき速さで越えていく。イギリス軍は日本軍がこの山を越えるとは思っていなかった。その意表をつかれ後退を重ねる。画面は激戦地となった小暇の高地だ。4月6日、佐藤の第31師団が要衝小暇の町に迫る。インパールへの補給路を断つ重要な地点だった。だがイギリス軍もここでは簡単に引かなかった。この戦いは後に東洋のスターリングラードと呼ばれる。死闘の中心にあったのは一枚のテニスコートだった。イギリスの役人の官舎にあったただのテニスコート。両軍はそれを挟んで数メートルの距離で手榴弾を投げ合う。何日も何日もその一枚のコートで殺し合いが続いたのである。そして4月11日、山内の第15師団が高地からインパールを見下ろす。眼下に広がるのは目標の町インパールの平原。牟田口の夢はあと一歩で現実になろうとしていた。だがその一歩がどうしても届かない。兵たちが背負ってきた食料は3週間分ほど。その3週間が刻一刻と過ぎていく。荷を運ぶはずの牛はすでに山道で倒れていた。弾も食料も底をつき始めていたのである。しかもイギリス軍には切り札があった。彼らは飛行機による空からの補給を持っていた。インパールと小暇に立てこもり上空から物資を受け取る。そうやって日本軍の攻撃に耐え抜くスリム将軍の作戦だった。進むほどに飢えていく日本軍、守るほどに太っていくイギリス軍。勝敗の天秤は静かに傾き始めていた。そしてこの時、司令官の牟田口は遥か後方にいた。軍曹の牟田口連也、第15軍を率いる司令官である。前線の兵が山で飢え、テニスコートで死んでいた頃、司令官の牟田口はどこにいたのか。彼がいたのは前線から遥か後方。その距離およそ400キロ。メイミョという涼しい高原の町だった。牟田口はめったに前線へ足を運ばなかった。彼が送るのは進め、攻めよという特選の命令ばかり。弾がなければ敵から奪え、食料がなければ敵の陣地を取れ。それが牟田口の理屈だった。400キロも離れた場所から
兵の上がわかるはずもない。上官の川辺でさえ前線へ出るよう牟田口を促したほどだった。画面は当時の芸者たちである。では、その後方で牟田口は何をしていたのか。第15軍の司令部は将校のための料亭を構えていた。この施設は清明荘と呼ばれた明明に置かれた将校専用の慰安所である。芸者や仲居はわざわざ日本から呼び寄せた。将校には命名、専属の芸者までついたという。前線から届く悲鳴のような戦況報告。それを酒を飲み、女をはべらせながら聞くこともあった。兵が草を汲み、泥水をすするその同じ夜にである。これらを書き残したのは、元従軍記者の作家、高木俊郎。彼が戦後、関係者から聞き取ったインパールの記録だった。作戦が始まって3週間、司令官が後方でノーヌーとしているらしい。その噂は、飢えた前線の兵たちにも伝わっていく。自分たちを死地に送った男が遊びほうけている。兵たちの心に静かな絶望と怒りが広がっていった。なお牟田口自身は後にこうした遊興を強く否定している。だが飢える前線と遠すぎる後方、その断絶が悲劇を深めたことは疑いようがない。そして前線では一人の師団長が限界を迎えていた。牟田口と因縁の深いあの男、第31師団長佐藤光徳である。第31師団を率いた佐藤光徳。牟田口にとっては陸軍士官学校の3期先輩にあたる。佐藤は初めから補給を心配していた。小飛間への道には標高5000メートル近い山がそびえていた。そこで彼は作戦の前に司令部へ念を押す。1日10トンの食料と物資を必ず軍が補給すること。その約束を書面でまで取り付けていたのである。だが、その約束は果たされなかった。小飛間を取ったものの、補給は一粒も届かない。司令部が送ってきたのは、さらに前進せよ、という命令だけ。牟田口は、小飛間の先のディマプルへの突進すら望んでいた。佐藤の師団は、癒えていった。兵は木の根をかじり、雨水をすすった。佐藤は何度も、悲鳴のような補給の要求を司令部へ送る。だが、その訴えはことごとく黙殺された。ある部隊では、100人に一握りの米しか届かない日もあった。赤痢とマラリアが兵を次々に倒していく。5月18日、司令部はようやく補給の将校を前線へ送ってきた。だが、それはあまりに遅すぎた。佐藤は、その将校に怒りを叩きつけたという。我々の敵は、イギリス軍ではない。この第15軍だ。と、ついに、佐藤は決断する。このまま命令に従えば、師団は全滅する。ならば、部下を救うために命令に背く。昭和19年6月、佐藤は牟田口に決別の電報を送り、独断で退却を始めた。日本陸軍で師団長が作戦の途中に命令を捨てて退く。そんなことは前代未聞。ただの一度もなかった。佐藤はこう言い放ったという。こんな無茶苦茶な戦争は初めてだ。わしを軍法会議にかけるならかけてみろ。と、実は佐藤は本気で軍法会議を望んでいた。公の裁判の場でこの作戦がいかに無謀だったか、牟田口がいかに補給を無視したか、そのすべてを白日の下にさらすためである。だが、軍はその裁判を開かなかった。裁判を開けば、作戦の狂気と牟田口の責任が暴かれてしまう。そこで軍が取った手は、あまりに卑劣だった。佐藤を心神喪失、つまり精神の病だということにしたのだ。真実を叫んだ男は、狂人として葬られた。その精神鑑定をめぐって、東條はこう打電したという。その件は南方軍に任せる。内地は関与しない。と、ここでも、誰もが責任から手を引いていた。だが、佐藤の独断退却によって、数千の兵が死を免れた。自分の軍歴を捨ててでも、部下の命を選んだ男。後に佐藤は、敗軍の名将と呼ばれるようになる。こうして牟田口に逆らった佐藤は更迭される。だが、切られた師団長は佐藤だけではなかった。
映っているのは第33師団長柳田源三である。佐藤の功名は氷山の一角に過ぎなかった。実はインパールでは3人の師団長が全員牟田口に切られている。まず第33師団長の柳田源三。柳田は作戦の当初からこの計画の失敗を見抜いていた。イギリス軍は想定よりはるかに強い。このまま攻めれば師団は全滅する。柳田はそう繰り返し作戦の中止を進言した。それどころか彼は牟田口の攻撃命令に背く。部下に包囲を解いて退くよう命じたのだ。飢えた兵をこれ以上死なせないためだった。牟田口の怒りは頂点に達する。5月16日、柳田は師団長を解任された。次に第15師団長の山内正文。映っているのはその山内正文だ。山内はマラリアと結核に体を蝕まれていた。それでも病を押して指揮を取り続ける。6月10日、山内は職務不能として師団長を解任される。そしてあの明明の平坦病院へ運ばれた。牟田口が芸者と酒を楽しむその同じ町である。病床の山内を一人の友人が見舞った。その数時間後、山内は静かに息を引き取った。そして独断退却の佐藤光徳、柳田、山内、佐藤。戦っていた3人の師団長が作戦の途中で揃って職を追われた。日本陸軍の長い歴史でこんなことは一度もなかった。作戦の最中に麗華の師団長が一人残らず更迭される。まさに前代未聞の異常事態だった。考えてみてほしい。3人の師団長すべてが無能だったのか、それともその3人に同じ命令を出し続けた一人の男が間違っていたのか。答えはあまりに明らかだった。だが牟田口は部下を切るばかりで自分を決して疑わなかった。悪いのはいつも弱気な部下たち。牟田口の頭の中ではそういうことになっていたのである。そしてこの地獄の作戦はいよいよ最悪の局面へと向かう。兵たちが飢えと病で次々と倒れていく。撤退の道がやがて白骨街道と呼ばれることになる。写真に並ぶのは川辺正和と牟田口蓮也、インパールを率いた二人の指揮官である。実は牟田口自身、4月の末には作戦の失敗を悟っていた。だが、あれほど強気だった手前、中止とは言い出せない。そして6月5日、上官の川辺が牟田口の司令部を訪ねてきた。この時、二人の胸の内は同じだったという。もう、この作戦はやめるしかないと。だが牟田口は、中止の一言が口まで出かかりながら言えなかった。川辺も牟田口が何か訴えたそうだと気づいていた。だが、あえて問いたださなかった。互いに、相手が言い出すのを待つ。察してほしいと甘え合う。そして二人は、ただ黙り込んだのである。考えてみてほしい。川辺には作戦を中止する権限も、牟田口を切る権限もあった。その気になれば、この地獄を止められたのだ。だが、この上官もまた、決断から逃げた。誰も責任を引き受けようとしない。その間にも前線では、兵が死に続けていた。この一枚は、ウゴウ作戦、インパールを戦った日本兵の姿だ。ようやく作戦の中止が決まったのは7月1日。参謀総長が昭和天皇に中止を上奏したのである。牟田口が失敗を悟ってから1ヶ月半。その失われた1ヶ月半の間にも、数えきれない兵が飢えで倒れた。誰も決断しなかったその代償を払ったのは、いつも前線の兵だった。だが、血は終わりではなかった。兵たちを待っていたのは、進撃よりもなお恐ろしい地獄、撤退である。彼らが逃げ帰るその道はやがて、白骨街道と呼ばれることになる。焼き払われ、なぎ倒されたビルマの戦場。インパール作戦が迎えた末路である。作戦の中止は兵にとって救いではなかった。そこから始まったのは進撃よりもなお過酷な撤退戦だった。時は雨季、モンスーンの激しい雨が山も道も泥の川に変える。食料はなく、弾もなく、体はマラリアと赤痢に蝕まれている。その体で兵たちは
来た道を逃げ帰らねばならなかった。画面は激戦で焼け、たつきも枯れ果てた小暇の高地だ。道の両側には力尽きた兵の死体がいくつも転がっていた。暑さと雨の中、遺体はみるみる腐り、白い骨になっていく。どこまでも続くその骨の道を兵たちは白骨街道と呼んだ。生き残った兵の証言は凄惨である。傷口から海を垂れ流し、宇治にたかられながら歩く者。もう歩けないと悟り、手榴弾で自ら命を絶つ者。戦友の死体を乗り越え、ただ東へ東へと進む。それはこの世の地獄だった。インパールに向かった日本兵はおよそ9万。そのうち生きて戻れたのは半分ほどに過ぎない。戦死と戦病死を合わせた死者は3万を超えた。そしてその多くは敵の弾ではなく、飢えと病で死んだのである。戦って死んだのではなかった。兵たちはただ飢えさせられて死んでいったのだ。彼らは最後の力であの男の名を呪ったという。自分たちをこの地獄へ送り込んだ司令官、牟田口蓮也と。だが、その牟田口はこの後に及んでもまだ諦めていなかった。作戦の失敗を認めず、責任を部下になすりつけようとする。そして敗戦を迎える。数万を飢え死にさせた男に、いよいよ裁きの時が迫っていた。戦後の牟田口蓮也、インパールの生き残りである。昭和20年、日本は敗れた。数万の部下を飢え死にさせた男。牟田口は戦犯として巣鴨プリズンに収監される。その後、シンガポールへ移され裁判にかけられた。だが、ここでも牟田口は死刑を免れる。昭和23年、彼は釈放され、東京の調布でひっそりと暮らし始めた。だが、牟田口を待っていたのは静かな余生ではなかった。インパールで死んだ兵の遺族たちである。彼らは牟田口の家へ押しかけた。そして土下座する牟田口にこう言い放つ。死んだ息子を返してくれ。と届く手紙にはこうも書かれていた。頭を剃って坊主になれ。腹を切れ。と。昭和33年、あの佐藤光徳が病で世を去る。その告別式で牟田口は床に手をついた。私が悪かった。すまないことをした。と、この頃の牟田口はまだ沈黙を守っていた。敗軍の将は兵を語らず、自分の失敗については固く口を閉ざしていたのである。だが、その沈黙はある一通の手紙で破られる。牟田口を地獄から引きずり出す一通。それはかつての敵、イギリスから届いた。戦後、固く口を閉ざしていた牟田口蓮也。かつての敵からの一通が、その沈黙を破る。昭和37年、牟田口のもとにイギリスから手紙が届いた。差出人は、アーサー・バーカー中佐。インパール作戦の時、イギリス側で参謀を務めた男だった。バーカーは、インパールの戦死を本にしようとしていた。そのための取材の申し込みである。だが、その手紙には、牟田口を驚かせる一文があった。貴殿の優れた指揮の下で、日本軍のインド攻略作戦は 90% まで成功していた。かつての敵が牟田口の作戦をそう称えたのである。この一通が牟田口の心の何かを変えてしまった。数万の部下を死なせ、遺族に罵られ続けた男。その男にイギリスの将校が太鼓判を押したのだ。あの作戦は間違っていなかった。と、牟田口はこの言葉にすがりついた。それまでの沈黙はどこへやら、牟田口はバーカーと7度も手紙をやり取りする。そしてこう考えるようになる。作戦は正しかった。悪かったのは自分ではない。補給が届かなかったのは部下たちが動かなかったからだ。と、敗軍の将は兵を語らずと誓ったはずの男。それが一枚の賛辞をきっかけに席を切ったように語り始める。自分は悪くない。悪いのはあいつらだ。と、その矛先が真っ先に向いたのは亡き佐藤光徳だった。死んで反論もできない男に牟田口はすべての罪を着せようとする。そして牟田口はある行動に出る。自らの正しさを証明する
大量のビラを配り始めたのである。晩年の牟田口蓮也、インパールの責任を負った男である。昭和38年から翌年にかけて、牟田口は奇妙な冊子を作り始めた。インパール作戦はなぜ失敗したのか、自分なりの言い分をびっしりと書き込んだものである。牟田口はこれを大量に印刷した。そして新聞社や雑誌社、かつての軍人仲間に配って回ったのだ。その内容は鉄頭鉄尾、自己弁護だった。悪いのは命令に従わなかった佐藤。悪いのは作戦を止めなかった川辺。悪いのは戦力を遅れて送ってきた南方軍。自分は正しかった。ただ部下と上官に恵まれなかっただけだと。数万を飢え死にさせたその責任。牟田口はそれを一遍たりとも認めようとしなかった。歴史学者の畑育彦はこんな話を書き残している。牟田口の家の最寄りの駅前の交番、そこの警官がこうこぼしたという。あの家には恨み事を言いに来る人が今も結構いると。戦争が終わって20年近く経ってもインパールの怒りと悲しみは消えていなかったのである。土工協で戦争を始め、シンガポールで有名を轟かせ、そしてインパールで数万を死なせた男。牟田口蓮也は最後まで責任という言葉から逃げ続けた。だがあの作戦の責任をめぐっては今も様々な見方がぶつかり合っている。史上最悪の作戦、その罪は本当に牟田口一人のものだったのか。ここからはその責任をめぐるいくつもの説を一つずつ考えたい。軍曹の牟田口蓮也、その責任をめぐる一つ目の説である。一つ目は牟田口の単独責任説。最も広く信じられている通説である。無謀な作戦を立てたのも牟田口。ジンギスカン作戦という絵空事を命じたのも牟田口。補給の専門家を真っ先に切ったのも牟田口。3人の師団長を全員更迭したのも牟田口。そして後方で芸者と遊びながら特選を続けたのも牟田口。すべてはこの男の判断だった。だからこそ牟田口は史上最悪の愚将と呼ばれる。だがこの説には一つ弱点がある。果たして牟田口一人でこの作戦は始められたのか。答えは否である。作戦を承認したのは上官の川辺であり東条だった。牟田口だけを悪者にしてしまえば、その裏にいた他の責任者を見逃すことになりはしないか。そこで浮かび上がるのが次の説である。作戦を認め後押しした上層部の責任。軍服の東条英機、時の首相にして陸軍大臣である。二つ目は東条と大本営の責任説。そもそもこの無謀な作戦を最終的に認めたのは東条だった。東条には政治的な思惑があった。インドへ攻め込み、指導者ボースに独立政府を作らせる。その野望のために東条はインパール作戦を後押ししたのだ。大本営も同じである。作戦の破綻は平義演習ですでに示されていた。補給は続かないと。にもかかわらず大本営はそれを認めてしまった。反対した参謀の稲田正純は逆に遠くへ飛ばされた。軍事の常識より政治とメンツが優先されたのである。そしていざ作戦が失敗すると、東条は佐藤の処分を南方軍に丸投げしてこう打電した。内地は関与しないと。自ら認めた作戦の責任からも東条は手を引いたのだ。この説の言い分はこうだ。牟田口は確かに暴走した。だがその暴走にゴーサインを出したのは上層部ではないかと。だがこの説にも限界はある。東条は無謀を承知で進めたわけではない。天皇にたしなめられ迷いもあったという。そして何より前線で無茶な命令を出し続けたのは他ならぬ牟田口自身だったのである。では牟田口と大本営の間に立った男はどうか。土工協以来牟田口のすぐ上にいたあの上官。次は川辺正和の責任である。
軍服の川辺正和、牟田口の直属の上官である。三つ目は、川辺の責任回避説。思い出してほしい。この二人の因縁は深い。盧溝橋のあの夜、牟田口が独断で先端を開いた時、それを黙認し、追認したのが川辺だった。部下が暴走し、上官が黙って認める。この構図は、盧溝橋からインパールまで変わらなかった。川辺には、牟田口を止める力があった。方面軍の司令官として、作戦を中止する権限も、牟田口を更迭する権限も持っていたのだ。かつて更迭された小畑参謀長は、去り際に川辺へ訴えた。牟田口の暴走を止められるのは、あなただけだ、と。だが、川辺は動かなかった。そして、あの6月5日、二人は、互いに中止を望みながら、どちらも言い出せず黙り込んだ。察してほしいと甘え合い、決断を先延ばしにする。その1ヶ月半の間に、兵は飢えて死に続けた。だが、この説の最も恐ろしい点は、その後にある。数万を死なせた、この作戦。その最高責任者だった川辺は、戦後に罪を問われなかった。それどころか、敗戦の直前には、陸軍大将にまで昇進しているのだ。牟田口が具将として石を投げられ続けたその一方で、川辺は責任から、するりと逃げ切った。牟田口一人を悪者にすることは、実は、この川辺のような男を見逃すことでもある。この説は、そう問いかけている。第31師団長、佐藤光徳。牟田口が敗因をなすりつけた男である。四つ目は、佐藤の公明敗因説。これは、牟田口自身が生涯主張し続けた説である。牟田口はこう言った。もし佐藤が命令通り、小暇からさらに前へ進んでいたら、その先のディマプルには、イギリス軍の巨大な補給基地があった。そこを奪えていたら、戦局は変わっていた。と。実は、この主張には意外な援軍がいる。敵将、スリムである。スリムは、戦後にこう振り返っている。日本軍が小暇で足を止めたことが我々を救った。と。つまり、佐藤があのまま進んでいれば、イギリス軍は危なかった。というのである。画面は、小暇へと進軍する第31師団の兵たちだ。だが、この説は、決定的な事実を見落としている。佐藤の師団には、進むための食料も弾もなかった。兵は木の根をかじり、飢えて倒れていた。そんな部隊に、さらに遠くまで進めというのは酷である。しかも、ディマプルへの進撃命令は、他ならぬ川辺自身が途中で撤回していたのだ。佐藤は部下を救うために退いた。その佐藤に敗戦の責任を着せる。それは、飢えさせた側が飢えた側を責める理屈に過ぎない。死んで反論できない男に罪をかぶせる。この説は、牟田口の最後の悪あがきだったのかもしれない。ビルマの仏の前で手を合わせる日本兵。彼らを死地へ追いやったのは誰か。そして5つ目。これが最も根の深い説である。牟田口一人の愚かさではない。これは日本軍という組織そのものの病だったという説である。考えてみてほしい。補給を軽んじ、精神論で突っ走る。それは牟田口だけの特徴だったろうか。兵技演習で破綻が見えていても誰も止めない。正しいことを言った小畑や稲田は逆に切られる。そしていざ失敗すると、牟田口は佐藤に、東条は南方軍に責任をなすりつける。互いに察してほしいと甘え合い、誰一人自分の責任として引き受けない。画面はインパールを目指して進軍していった日本兵たちだ。これをある歴史家はこう呼んだ。無責任の総和。一人一人が少しずつ責任から逃げる。その逃げの積み重なりが、あの白骨街道を生んだというのだ。この見方に立てば、牟田口は主犯であると同時に、日本軍という山陰だ組織が生んだ象徴でもある。牟田口をただの愚将だと笑って終われば、私たちは同じ過ちの本当の教訓を見落とすことになる。牟田口単独か、東条、大本営か、川辺か、それとも組織そのものの病か。では、これらすべてを踏まえて、最後にこの男の生涯を振り返ろう。
牟田口蓮也、史上最悪の作戦を率いたその生涯をもう一度振り返ろう。佐賀の秀才は参謀本部で18年補給を学んだ男だった。その男が土工協で日中戦争の最初の一発を撃たせる。シンガポールでは優勝としてその名を轟かせた。だがその勝利の裏には病院での虐殺があった。第15軍司令官となった牟田口はインパールに取り憑かれる。戦争を始めた自分が終わらせる。その野望が9万の兵を破滅へと導いた。牛や象に匂わせるジンギスカン作戦。補給の専門家小畑を真っ先に切った。そして後方の料亭で芸者と酒にふけった。飢えた師団を救うため佐藤光徳は命令に背いた。病を押して戦った山内正文は切られて客死した。戦った3人の師団長が全員更迭された。撤退の道は白骨街道と呼ばれた。3万を超える兵が戦ってではなく飢えて死んだ。彼らの多くはまだ20代の若者だった。だが牟田口は生涯その責任を認めなかった。悪いのは部下だ、上官だ、自分ではないと数万を死なせた男は最後まで逃げ続けた。彼の代わりに部下を救おうとした男たちがいる。命令に背いてでも兵の命を選んだ佐藤光徳、そしてその佐藤を狂人として葬った軍の卑劣さ。どうか彼らのことも忘れないでほしい。牟田口が眠るのは東京の多磨霊園、そして山形県の庄内町には佐藤光徳の追母の火が立つ。部下を救った将軍を地元の人々は今も慕い続けている。死の1ヶ月前、牟田口はこう漏らしたという。たとえ作戦が正しかったと分かっても、数万の部下を死なせた事実は決して消えない。私の心は生きている限り晴れないのだ。と、史上最悪の作戦、インパール。その責任は牟田口一人のものだったのか、それとも東条か川辺か大本営か、あるいは無責任という組織そのものの病だったのか。さて、ここであなたに聞きたい。5つの説の中で一番責任が重いと思うのは誰だろう。牟田口か東条か川辺か、それとも組織そのものか。ぜひコメント欄であなたの考えを聞かせてほしい。四五郎湖の写真の中では遠い過去に見える兵たちだが、こうして色を蘇らせれば彼らは確かにそこに生きていた若者だった。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。